政次郎伝承京料理。今日は、ヒラメのさばき方をやっていきたいと思います。このヒラメですね、今朝揚がった淡路産のものでございますね。このヒラメをさばいていく場合、まずこの鱗ですけれども、すき引きと申します取り方をしてまいります。その際にヒレとかが邪魔になることがありますんで、まずこのヒレを切ってからやるとすき引きがスムーズに行えます。それでは早速取り掛かってまいります。まずですね、こういうハサミ、これでこのヒラメのヒレですね、これをどんどん切っていきます。このヒラメですけれども、今日のもんで、1.78 キロですねございます。だいたい僕は2キロ前後のヒラメを好んで使いますけれども、ヒラメの場合はあんまり細かいのよりもだいたい2キロから3キロまでぐらいが美味しいですね。はい、このように、こちらの背びれの方も切り取ってしまいます。そしてあと胸びれですね、これも切って下身の胸びれも切り取ります。でこちらが上身で、こちらが下身ということになって、上身の方が美味とされております。早速すき引きに取り掛かってまいります。すき引きにはこの柳刃包丁を用います。この尾の近くから包丁を入れまして、このようにすき取ってまいります。なるだけ、身に包丁が入らないように薄くすき取ってまいります。細かく残った場合は後で出刃包丁で、落とせますので、取れる範囲ですいていきますね。はい、これで、上身のすき引きができました。同様に、下身の方のすき引きもしてまいります。下が滑る場合はちょっとタオルなんかを引いていただきますと安定しますのでやりやすくなります。このね、腹の部分はちょっと柔らかいので包丁が下に入る可能性が高いので、ちょっと慎重にやっていただけたらなと思います。
こちらの上身と下身きれいにできました。で細かい鱗がちょっと残ってる分がございますので、これはですね、この出刃包丁を用いまして、丁寧にこのように残ってる細かい鱗を取ってまいります。はい、反対も同様に細かい鱗を丁寧に取り除きます。はい、それではですね、このヒラメの内臓を取り出して水洗いをしてまいります。はい、まず包丁を入れるのはこのヒレがございますね。こちらからこの下のヒレに向かって、包丁を進めてまいります。ここからですね、中に肝が入ってますので、なるだけ傷つけないようにこのようにまず包丁を入れます。ほんで返しまして、同じようにこちらからこの逆包丁と言いますけれども、包丁をちょっと逆さに持っていただいて、肝を傷つけないように、胆の苦玉も入ってますんで、これを破るとねまた厄介なことになりますんで、特に胆のには注意して、外してまいります。はい、こういう感じですね。これが胆のでございますね。でこちらが肝ですね。この肝とかアラは煮つけると美味しく食べられます。でまた季節によっては子を持ってますんで、子も煮つけにすると美味しくいただけます。でここですね、肝を外す時にこの胆のですね、これを破ってしまう場合がございますので、その部分を十分注意して外してまいります。はい、こちらが頭になりまして、これが肝と胆のでございますね。苦玉ですね、いわゆる。これ破らないように外してしまいます。はい。でこちらの肝はしばらく水にさらして、それから炊いていただきますと、生姜なんかを入れて一緒に炊くとより一層美味しく炊けます。それではこちらの血合いの部分ですね、ここに血合いが入ってございますので、その部分を掃除してまいりたいと思います。小さい子も入ってますんで、これも取り出していきます。これがヒラメの子でございますね。これも煮つけると美味しくいただけます。それで、この血合いの部分ですね、ここに包丁を入れまして水洗いをしていきたいと思います。それでは水洗いをしてまいります。はい、すき引きを終えましたヒラメ、水洗いをしていきたいと思います。こちらですね、血合いがございますので、これを取り除いていきます。こういうもんがございましたら、これで、血合いのところをきれいに
であとこの残ってる血合いの部分ですね。これはこのようなブラシを用いて取り除いていきます。ここはあまり水をかけて時間をかけずに水をかけている時間が長くなればなるほど魚体が傷んでまいりますので、なるだけ手早くやってまいります。はい、このようにですね、きれいになりました。そしたらこれの水気をきれいに拭き取って、そして5枚におろしてまいりたいと思います。まず用いる包丁はこの出刃包丁ですね。そして5枚おろしの場合、まずここのヒラメの上身の中央あたりに包丁を入れます。でそのまままっすぐ大までいきまして、そしてここに、腹骨と中骨をつないでるところがありますので、それをこう外してやります。そして、骨にこの出刃の刃先を沿わせるように、骨の上を包丁の刃先が滑るような、そういう感覚でさばいてまいります。常にこの右手は包丁の刃先で骨を感じております。今おろしているこの部分がヒラメの縁側と言われる部分で、食通が好んで食べる、そういう部位になりますね。はい。そして続きまして、今度はヒラメの尾の方から上身の背肩の部分を外してまいります。ヒラメの旬はね、寒ビラメっていうぐらいで、晩秋から冬にかけて、季節で言えば9月末頃から2月いっぱいぐらいまでですね、が旬になります。で産卵期を迎えて、浅瀬に入ってくるようになるんですね。はい、ここが縁側の部分になります。これもきれいに外してやります。はい、続きまして、白皮の下身の部分ですね。はい、こちらも同様に、まずこの中央に包丁を入れていきます。はい、そして、刃先で骨を感じながら同様にこの身を外してまいります。また身を返しまして同様に、でここが骨の腹骨とつながっている部分ですんで、ここは刃先をちょっと立てて外してあります。はい、これで1、2、3、4、5枚おろしとなります。そしてこのアラは細かくまた切りまして、煮付けにしていただいたら美味しく召し上がっていただけます。これがただいまおろしを終えましたヒラメでございます。
そしたらこれの一作で、お作りの作り方をやっていきたいと思います。まずここに腹骨が残っておりますんで、これを取り除いていきたいと思います。このように包丁を入れまして、ですくい取るような感じで取ってまいります。はい、そして次にこの縁側ですね、これを外してまいりたいと思います。はい、これが縁側でございます。続きまして、皮を引いてお作りに引いてまいりたいと思います。まず尾っぽの方に少し切り込みを入れまして、で包丁を寝かせるようにして皮のところまで入れていきます。そしてこのように皮を引いてまいります。まだね身が怒ってるっていうんですけれども、生きてる状態ですね。はい、このように皮が引けました。そしたら縁側も同様に皮を除いてまいります。ちょっと最初に包丁目を入れまして、そこからこのように包丁を引いてまいります。こういう感じですね。そしてお作りの作り方ですけれども、まず背の方を奥側にしまして、この包丁のなるだけ全体を使って引いてまいります。まずちょっとこの薄く1枚だけ取り除きます。はい、それではこれはそぎ作りと申しますけれども、このまま包丁を入れまして、でスーッと引いて最後に立てます。でスッと引く、これの繰り返しになりますね。ここから入れましてスーッと引いて立てて引く、同様に作ってまいります。もうこう押さえてるとね、身がビクビクっとまだ生きてる感じが伝わってまいりますね。はい、引いて最後立てて引くと、こういう繰り返しでございますね。で一方この縁側ですけれども、こちらは、細かくですね、このようにちょっとコリコリしておりますので、細かく最初に包丁を入れておいて、そしてこの裏側ですね、今度は逆向けにちょっと包丁を入れてやりますね。はい。そしたらあとは適当な大きさに切ってですね、それをこのように
このように小鉢かなんかに盛り付けてもよろしいし、もしくは作りの盛り付けた後にちょっと添えていただいても良いかと思います。でこちらあんまり身が怒って硬い場合ですね、ご年配の方とかはちょっと食べづらい部分がありますんで、これも同様にちょっと細かくこの包丁を入れてあげるとより一層食べやすくなりますんでね。このように身が生きてるお魚はちょっと包丁目を入れることで随分食べやすくなります。このようにして作ってまいります。最後までご覧いただきまして誠にありがたく存じ上げます。もしよろしければチャンネル登録と高評価何卒よろしくお頼み申し上げます。では次回の動画まで皆さんごきげんよう。